皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？はい。日本はだんだん暑い夏が終わって、秋が近づいてきていますね。だいぶ過ごしやすい気温になってきたと思います。で、秋になると日本はとても過ごしやすい時期になるので、外国からたくさんの観光客が来ます。はい。で、もしかしたらね、この動画を見てくれている皆さんの中にも、秋に日本に行きますっていう人がいるかもしれないですね。で、今日はそういう外国から来る観光客の皆さんに私がおすすめしたい、勝手におすすめしたい、アクティビティ、体験を紹介したいと思います。で、皆さんがね、海外に観光に行くとき、どういうことをしますか？まずはやっぱり食べるの楽しいですよね。とか、やっぱり伝統的な建物を見るとか、美術館、博物館に行くとか、いろいろありますよね。で、私は海外ももちろん好きなんですが、日本の中でいろんな場所に行って観光するのも大好きです。その中でも特にやっぱりその文化を感じられる体験っていうのが特に好きなんですよ。今日はその中で3つ紹介したいと思います。まず一つ目は陶芸体験です。陶芸体験。で、陶芸っていうのは、粘土を使ってお皿とか、コップとか花瓶とかを作って、で、それを乾かして焼いて、実際に使えるものにすることです。はい。で、日本には日本各地で特徴のある焼き物が、あるんですよ。なので、いろんな地域で陶芸体験っていうのも行われています。誰でも参加できる体験教室ですね。で、私はもう子供の頃から結構もう10回ぐらいは陶芸体験っていうのをしてきました。で、大人になってからもう何回もしています。本当にね、土を触って自分が好きな形にできるし、この土を触っている時間も冷たくて気持ちがよくって癒されるんですよね。で、出来上がったものを持って帰ることもできるから、その観光して思い出を持って帰れるみたいな感じがして、特に好きな体験です。で、もちろんちょっと乾かす時間があったりして、なかなか1週間の旅行中には持って帰れないんだけど、海外発送してくれるところもあるし、もしくは陶芸が無理でもガラスのコップを作る体験とか、お皿とか、沖縄だったらシーサーっていう動物があるんですけど、動物っていうのかな獅子の形の置物があるんですけど、に絵を描くっていう体験もあったりします。で、ガラスだったら次の日には持って帰れるし、ね、ここに写真貼っとくんですけど、結構ね、本格的な作品が出来上がるのでおすすめです。なかなか海外に自分でお皿を作れる体験ってないと思うので、ぜひ皆さんには日本で体験して帰ってほしいなと思います。はい。で、次におすすめしたい体験が
工場見学です。で、工場って言ってもいろいろあるんですが、まずは酒蔵。はい。日本酒の工場です。で、日本酒の工場ももう全国いろいろあるんですが、この杜氏って呼ばれる酒マスターみたいな人が、米とね、麹菌っていうお酒の一番元になる部分から手作りで作っている酒蔵が残っていて、この外国人の方にもね、体験、見学してもらえる施設もあります。なので、ぜひ、日本で飲まれている日本酒が大切に作られているその過程を見るのはね、とっても楽しいと思うので、行ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。他にも、いろんな工場があって、ウイスキーの工場とか、醤油の工場、あとはビールの工場。で、面白かったのが、明太子の工場で、明太子ってわかりますか？辛いやつね。その辛い明太子のできるまでを、工場のね、ベルトコンベヤーに流れてくる明太子を見るみたいな体験もあります。で、それは私は、名古屋の近くのね、常滑っていうところでやったんですが、ぜひ、明太パークって入れて検索すると、全国にいくつかあるので、行ってみるのをおすすめします。面白いです。はい。で、そして3番目の体験、おすすめする体験は和菓子作りです。はい。和菓子っていうのは、日本のね、伝統的なお菓子で、基本的には白いあんこで作られていて、それに色をつけたりして、繊細な模様をつけたものなんですが、それを京都とか、いろんなところでどれも体験することができます。で、これも結構手先が器用じゃないと難しいんですけど、本当に丁寧に教えてもらえて、で、出来上がったお菓子は持って帰れるし、その場でも食べたりできるので、日本のね、伝統的なお菓子を食べてみたいと思う人は、やってみるといいんじゃないかなと思います。はい。では、ここまで私がね、これまでやったことがあって皆さんにおすすめしたい体験について話をしましたが、次は今私がやってみたい、気になっている体験について話をします。まずは、写経です。はい。写経っていうのは、お経を写すことです。で、お経っていうのは仏教の経典のことで、その体験はお寺で座って紙にその仏教の教えを筆で写していくことです。もうひたすら書いていくことです。で、もともと、写経は、お坊さんがね、修行の一環としてやっていることらしくて、で、この精神集中にもなるし、日本の宗教である仏教の、文化の体験にもなるっていうことで、いつか、お寺っていう静かな場所で、ひたすら、文字を書くっていうのが、やってみたいなっていうふうに思っています。で、あともう一つ、舞妓体験。はい。京都のお茶屋さんにいるような舞妓さんのメイクを顔にね、してくれて、で、髪をヘアセットしてくれて、
なんか舞妓さんになりきるっていう体験があるらしいんですよ。で、私の友達とかもやっていて、ほんとね、誰かわからない。メイクがすごすぎて誰かわからないみたいな感じだったんで、それも体験としていつかやってみたいなっていうふうに思っています。いつになるかわからないですけど。はい。では、今日はこんな感じで、いろんなね、体験を紹介しました。やってみたい体験はありましたか？で、またね、ぜひ日本に来る機会があったら、この動画のことを思い出してもらえるととっても嬉しいです。はい。では、この動画がいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてInstagramや TikTok のフォローもお願いします。また、Patreon ではいろいろなエピソードをメンバーさん限定に公開しているので、Patreon の方でそちらをチェックして、で、私をね、サポートしてもらえるととっても嬉しいです。はい。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。